皆さん、こんにちは。Speak Japanese Naturally のポッドキャストへようこそ。私はふみです。このチャンネルでは日本語や日本文化について紹介します。今日のテーマは日本のお風呂です。日本の人がほぼ毎日お風呂に入るということを知っている人は多いんじゃないかなと思います。なので今日はなぜ毎日入るのか、それから、日本の家のお風呂ってどうなってるのか、作りの話ですね。をして、それからそのお風呂の入り方の話をします。で、それから温泉や銭湯でのお風呂の入り方の話をします。これは皆さんが旅行に来た時とかに使える情報かなと思います。で、最後に、風呂キャンという言葉についてお話しします。風呂キャンのキャンは何でしょうか？キャンプではありません。なんで、楽しいお話になると思うので、ぜひ最後まで聞いてください。では最初に、まずなぜ日本では毎日お風呂に入るのかという話です。これはですね、日本の気候が、関係しています。気候っていうのは天気をもっと長いスパンで見たものですね。例えば今日は晴れとか、それが天気ですけど、気候っていうと、高温多湿とか、そういうことになってきます。そう、日本は高温多湿です。高温多湿っていうのは、温度が高くて湿度が、多いと書きます。夏はですね。湿度というのは、空気中に含まれる、空気の中に入っている水分の量です。水の量です。だから湿度が高いとベタベタするんですよね。汗をかいてもすぐに乾かない感じです。もう汗がずっとくっついている。だからもうベタベタして気持ちが悪いです。夏はそんな感じですね。だから例えば日本の夏40度いくことも多いんですけど、温度だけだったらね、多分大丈夫なんです。それぐらい暑い国は他にも、あると思うんですね。ただ、やっぱその湿度が高くって気持ち悪いっていう話をよく聞きます。なんで一日外いたらもうベタベタなんです。で、外にいなくても家の中で、今ここエアコン効いてますけど、エアコンの部屋にいるときはいいですけど、ちょっと隣の部屋に行くと、もうもわってして、ちょっと汗かくんですね。なので、やっぱり一日終わると汗をかいてます。気持ちが悪いんでお風呂に入るということですね。で、あと、冬は温まるために入ります。冬は、とても寒いです。なので、お風呂に入る。ここで私が言っているお風呂に入るは、湯船に浸かるという意味です。湯船っていうのは、浴槽のことです。で、浴槽っていうのが、お湯を溜める入れ物のことですね。で、湯船っていうと、湯船に入るっていうと、お湯が入った状態の浴槽に入ることが湯船に入るです。だから、浴槽に入るのは気持ちいいとは言いません。湯船に浸かるのは気持ちいいって言います。入るでもいいかな。湯船に入るのは気持ちいい。そうすると、もうお湯が入っている状態。湯船に入るっていうよりは、お風呂に入るって言いますけど、お風呂に入るのは気持ちがいいです。っていう風に使います。はい。そう。だから冬は寒いので湯船にちゃんと浸かります。よくあと健康情報番組とかでも湯船に浸かりましょうって言いますね。で、やっぱりそれによって体が、芯から温まるってよく言うんですけど、芯っていうのは中心のことですね。体が芯から温まるっていうともう本当にその手足の先だけじゃなくて中から温まるっていう感じがします。そのためにお風呂に浸かります。湯船に浸かります。そう。あとはでも最初に言ったその汚くなるから入る、汗をかくから入るって言ったんですけど、外に行くとなんかやっぱ汚れる感じがあります。
なので、その汚れた感じの体で布団に入りたくないんですね。そう思う人が結構多いと思うんですよ。なので、日本の場合はだいたい夜に入る人が多いです。で、その夜の中で、夕食前に入るのかとか、後に入るのかとか、寝る前に入るのかとか、その辺は、いろんな人がいると思います。私が一番好きなのは、夕食前に入ることです。で、お風呂に入って、もう今日やること終わったっていう感じでご飯を食べるのが好きです。でもこれはもしかしたら夫がご飯を作ってることが多いからかもしれません。自分が夕飯を作るときは、先に入っている時間もないので、作ってから、食べてから入ってますね。なので、私も日によってそのタイミングは違いますが、だいたい夜入ります。で、あとですね、もちろん朝入る人もいると思います。人によりますのでね、こういうことは。でも多分大部分が夜かなと思います。で、あともちろん湯船に浸からないでシャワーだけっていう人もいると思います。では次に日本のお風呂の作りについて、お話しします。まず、日本のお風呂はトイレと別になっていることが多いです。一軒家の場合はほぼ別だと思います。で、一人暮らしで、例えばワンルームとかに住んでいる場合には、ユニットバスといってお風呂とトイレが一緒のところも多いです。で、それを風呂トイレ別って言うんですけど、お風呂とトイレ別のを借りると、そういう物件は高いです。値段がちょっと上がります。だから、多分多くの人がお風呂とトイレ別の方がいいなって思ってるんだと思います。で、普通の一軒家はだいたい別ですね。で、トイレはトイレしかないです。で、お風呂場の方には、普通はだいたいお風呂場が二つに分かれています。まず入ってすぐが、洗面所ですね。洗面所っていうのは、顔を洗う場所です。線が洗う、面がお面の面。あれ、つらって読むんですけど、顔のことですね。なので、顔を洗う場所があります。で、そこで、普通はだいたい服を脱いで、で、お風呂場に行きます。で、お風呂場とその洗面所の間は普通はちゃんとドアがあって、ドアって言っても、ちょっと軽いドアみたいな、木のしっかりしたドアだと、腐るので木が。木ではなくて、ちょっと強い感じの、プラスチックみたいな、なんでしょうね。私ちょっと素材がわからないけど、ちょっと透ける感じの素材でできたような、折りたたんで開けるようなドアですね。そういうのがついてます。それは、お風呂から出る、湯気と言います。蒸気が。湯気が脱衣所の方に、洗面所の方に来ないように、そういうドアがちゃんとついてます。で、今度、お風呂場に入ると、まず最初に洗い場があります。で、そこで体を洗ってから、その横に、浴槽があって、お湯が溜めてあります。体を洗ってから、その湯船に入ります。で、体洗うところに、だいたいシャワーもついてるので、シャワー使って体洗ったり、湯船のお湯を使って体を洗ったりします。で、日本の場合は、一つの家族で同じお湯を使います。湯船のお湯は基本的に一回溜めたら、一回入れたら、それで家族全員が入ります。なので、体を洗ってから湯船に入らないと、お湯がすごい汚くなるんですね。で、うち息子二人がサッカーをやってた時は、もう本当に汚かったです。二人が入った後のお湯が。もう絶対洗ってなくないっていう汚さで、なんで私はあんまりできれば息子たちより前に入りたいと思う感じでした。今は、息子も一人は、大学に行くんで家を出て、もう一人は今サッカーをやってないので、そんなに足が汚れないらしく、
今は3人になって、全然汚いなって思わなくなりました。よかったです。はい。そう、なので、みんなでその湯船を使うので、体を洗ってから入るようになってます。で、あと、入浴剤っていうのがよく入れる人も多いです。で、入浴剤っていうのは、例えばこういう四角、丸かったりして、まあ皆さんご存知ですよね。入れると、わーとかって泡が出たりするやつですね。で、まあ本当にやっぱ汚いお湯が嫌だって時はそういう入浴剤を入れておくと少し、色もわからなくなるし、匂いもね、いい匂いがするので、よかったなと思います。で、そうそう。あと、追い焚き機能っていうのがお風呂についていることが多いです。何人も入るから、最初に入った人と最後に入る人で、何時間も時間が空いてしまいます。なので、追い焚きっていうのは、一回冷めてしまったお湯を、冷たくなったお湯を温めるために使います。だから多分温め直す方がお金がかからないんだと思うんですよね。で、その機能がついてるお風呂は、一回冷たくなってももう一回温めることができます。冬は特にすぐお風呂の温度が下がっちゃうので、追い焚き機能はついてないと困るものなんですが、実はうちにはついてないんですね。あの家は、もう築48年とか、そろそろ半世紀経とうかというお風呂です。半世紀っていうのは世紀の半分なんで50年ですね。1世紀が100年です。なんで半世紀が50年。もう50年近く経つ家なので、いや、でもね、普通だったら50年近く経つ家でも追い焚き機能はついてると思うんですよ。ついてないのは珍しいと思います。悪い方に珍しくってついてないんですね。なので、一回冷めちゃったら、水道ひねってお湯が出てくる最高の温度が60度なんです。なんで、ちょっとお風呂のお湯を抜いて、60度を入れて温めるようにしています。ちょっとね、大変だし、なんか、お湯ももったいないというか、そんな気がしています。まあでもね、しょうがないですからね。あとですね、そのお風呂のお湯を洗濯に使う人もいます。なので、よく洗濯機を買うと、ですね、ホースがついてくることがあります。追加で買ってるのかなで、追加で買ってるか、もう最初からついてるか、どっちか忘れたんですけど、そのホースを使って、お風呂のお湯を洗濯機につなげて、毎回やるんでちょっと面倒なんですけど、お風呂のお湯を洗濯に使う人もいます。そう、だからその場合は入浴剤とかは入れないと思います。で、今、お風呂の入り方も説明しましたね。最初に体を洗ってから、湯船に入るですね。次は、温泉と銭湯の入り方についてお話しします。皆さん、温泉と銭湯の違いはご存知でしょうか？ですね、銭湯っていうのは、町のお風呂屋さんなんですけど、水道の水を、沸かしてお湯にしてお風呂にしたものです。で、温泉っていうのは、実際に土を掘ってですね、その出てきた温泉のお湯を使ってるのが温泉です。で、日本はもう火山がいっぱいある国なので、どこを掘っても温泉が出ると言われています。なので、実はこの辺も、もうすぐ近くに温泉が2カ所あります。どっちも10分ぐらいかなにあります。で、そう、でも銭湯みたいな温泉なんです。じゃあ銭湯みたいってのはどういうことかっていうと、私の中で銭湯っていうと、なんとなく昭和っぽい雰囲気、タイルの床で、浴槽が1個か2個ぐらいあって、で、壁にこう富士山の絵が描いてあったりするような、そういうイメージが私の中の銭湯なんですけど、うちの近くの、温泉は、なんとなくそういう感じなんですね。それは昔建てられたからだと思います。
一箇所は最近改装したので、改装はリフォームですね。リフォームしたので、その後行ってないんですけど、もしかしたらもっとおしゃれになってるかもしれません。で、なんか温泉っていうと、例えば木のお風呂だったりとか、イメージですよ。そうじゃないところもいっぱいあります。そういう、なんかちょっと暗めになってたり、ちょっと間接照明っぽいライトで、素敵なイメージになってるのが私の中の温泉です。でもそういうイメージの問題ではなくて、実際に掘って出てきたお湯を使ってるかどうかで温泉か銭湯かが決まります。で、その掘って出てきた温泉のことを源泉と言います。源泉は、源っていう字なんですけど、オリジナルという意味ですね。で、大体源泉は熱いです。そのまま入れないですね。なので、水道のお水で薄めて、ぬるくして入れる温度になってます。みんなが入るところは。で、大体、熱いのとぬるめのところとかがあります。で、やっぱり暑いのに入りたいっていう人と、暑いのはちょっとすぐ疲れちゃうからダメっていう人がいるから、そういう2種類ぐらいはあって、あとサウナがついてるようなところは、これは温泉も銭湯もですけど、サウナがついてるようなところは、水風呂があることも多いです。水風呂何度なんでしょうね。そう、水に入ってサウナに入るみたいなことができるようになっていたりします。で、温泉とか銭湯も、どっちもですね、同じように入りますが、まず最初にやっぱり体を洗って入ります。そうじゃないと、もうみんなで、その湯船はみんなで入るものなので、めっちゃ汚いですよね。なので、まず体を洗って入ります。で、髪は一回温まってから洗うでもいいと思います。で、ただですね、そのお風呂のその湯船の中に髪がつかないようにします。やっぱなんか汚いイメージがあるので、髪は縛って上に上げるか、そのタオルで上にして、とにかく髪が湯船にバーって入んないようにします。タオルも湯船には入れません。やっぱ汚いイメージがあるので、体を洗うタオルとかは、湯船の外に置いておきます。で、最初に体洗う時にタオルとか使うんですけど、それを持って湯船の方に来て、自分が使ってる近くに置いておきます。または頭に乗っけておきますね。頭に混んでる時置いておくと邪魔なので、頭に乗っけたり、それで髪を縛ったりしますね。温泉も銭湯も基本的には裸で入ります。なので男性と女性で分かれていて、まず脱衣所。脱衣所っていうのが衣を脱ぐと書きますが、脱衣の衣は衣と言いますが、昔の言葉で服という意味です。服ですね。なんで、服を脱ぐ場所に服を脱いで、だいたいロッカーがあって、鍵がついているので、そこに入れて入ります。で、お風呂から出るときに、その体を洗うタオルを持って行って、それでざっと体を拭いてから出ます。そうじゃないと、びっしょりのまま脱衣所に来ると、脱衣所の床がびしょびしょになって濡れてしまうので、一旦ざっと拭いてから出て、外でまたバスタオルで体を拭きます。そう、あと、銭湯とか、銭湯みたいに、こういう街中にある温泉は、毎日行く人もいます。毎日か、毎日のように。で、そういう人は大体自分のバスケットみたいのを持っていて、自分の使っているシャンプーとか、トリートメントとか石鹸とかをもうセットで持ってて、それを持っていく人もいます。なので、でも大体普通、そういう銭湯にも温泉にも置いてあります。だから、誰かのみたいのは使っちゃダメですね。なんか素敵そうなのが置いてあるとか思っても、他に何個も置いてあるようなものじゃなければ、それは誰かのものなので、使っちゃいけないんですよ。で、私20歳ぐらいで銭湯に行った時、20歳わからない。何歳だったんだろう。それを全然知らなくて、
うっかり、使っちゃって怒られました。何してるのみたいな感じで。でもすいません、みたいな。だから、なんか銭湯はですね、もう知り合いがいっぱいいるみたいな感じです。来てる人たちは。だから突然行くと、なんか居心地が悪いところもあったりします。常連さんが多いところは。なんか邪魔しちゃってるかな、みたいな気分になる時もあります。はい。あ、そう。で、私実はこの家借りてるんですけど、この家も築40年、もう経ってから40年ぐらい経ってて、で、10年前ぐらいまで30年間ここに、老夫婦が住んでたんですね。住んでたそうなんです。私、会ったことないので知らないんですけど。で、そのご夫婦は、毎日お風呂に、その近所の温泉に行ってたそうです。なぜなら、ここのお風呂壊れてたんですね。で、直してもらわなかったのかな、もう温泉の方がいいっていうんで毎日行ってたみたいです。で、私ここ借りるときに、ここ実は一軒家なんです。すごく小さい。古い。で、ここのお風呂壊れてるんですけど、直してもらえませんでした。自分は入るつもりなかったので、こういう風なスタジオで使う予定だったので、直すとね、また家賃が上がるとか、そういうことになってくるから、直さないまま今、壊れたお風呂場です。そう、でもね、毎日お風呂屋さん、毎日銭湯とか温泉に行くと、結構ね、お金もかかると思うので、どうしてたんだろうと思います。今、ここの地域は、近所の銭湯っていうか温泉なんですけど、470円なんですね。だから10年前はもう少し安かったかもとは思いますが、それでもね、毎日行くと結構なお金になるので、まあ多分、お金の問題より気持ちがいいとか、そこでお話しするとか、そういうんで言ってたんだと思います。そうそう。で、温泉といえば、タトゥーですね。タトゥーが気になる人もいるかなと思うんですけど、やっぱり、タトゥー禁止、入れ墨禁止っていう温泉が多いです。銭湯もですね。なので、そんなに大きくないものだったら、ネットとかで入れ墨を隠す、貼るものが売ってるんですね。お風呂用の。そういうのを買えば別に全然貼っていけばいいと思いますし、あと最近はそういうのも OK っていう場所も増えてるみたいなので、あの、大丈夫かもしれません。聞いてみるといいと思います。あと前、夫が言ってたのが、東京で銭湯に行ったら、もう入れ墨の人がいっぱいいたって言ってました。で、それは、本当に純粋に、おしゃれな若者のタトゥーではなくて、いわゆる、入れ墨だったみたいです。ちょっと怖いなと思います。そうすると。怒らせたら、なんか悪いことが起こるのかなとかね。まあ多分一般人には手出さないと思いますが、わからないですよね。何が起こるか。あと、温泉によっては、飲んでもいい温泉があります。それはですね、体にいい温泉ですね。で、そういうところは飲んでも大丈夫ですって書いてあったり、あと、コップがあったりします。そういうのは飲めます。あんまりないかな。で、私が好きな温泉は、美人湯と言われる温泉です。美人湯はですね、まあ、美人になる湯ってことなんですけど、アルカリ性なんです。なので、ちょっとね、肌がものすごくツルツルします。あの、もうお風呂に入った時点でこう触るともう違うんですよ。触り心地がとてもいい。だからもう、ずっと入ってたいみたいな気分になるのが美人湯ですね。結構いろんなところにあります。美人湯って検索すると出てくるので、興味がある方は行ってみてください。あと、温泉といえば、湯治というものがあります。湯治の湯は、お湯の湯っていう字ですね。で、湯は音読みで湯です。で、字は、病気が治るとか、病気を治すっていう時の、治すっていう漢字です。治療の治。で、これで、湯治と言います。
湯治っていうのは、何か病気を治すために温泉に行くことです。で、大体、普通は結構長く1週間とか、1週間で治るかな。ちょっと長めに温泉に行って、毎日お湯に浸かって治すのが湯治です。そういうのもあります。では、最後に、風呂キャンについてお話しします。で、風呂キャンとは何かというと、風呂キャンセル界隈という言葉です。で、これはですね、2024年に流行った言葉です。若者の間にネットスラングとして流行ったそうです。で、これは何かというと、本当はお風呂に入らなきゃいけないのに、もう今日は入るのやめようっていうのが、風呂をキャンセルするです。風呂キャンですね。だから前提としてお風呂は毎日入らなきゃいけないものっていうのがあるわけです。でももう疲れちゃって、今日はもう入りたくない。で、もうそんな汗もかいてないし、もう今日入んなくていいかなっていうのが風呂キャンで、界隈っていうのがですね、さっき風呂キャンセル界隈って言ったんですけど、界隈っていうのがあることでゆるーくつながるコミュニティみたいな感じですね。娘に言わせたらそれはオタクの用語だって言ってたんですけど、そういうなんとか界隈っていうと、それが好きな人たちみたいな感じなんです。なんで、風呂キャンセル界隈が風呂キャンセルが好きというより、風呂をキャンセルしたいなと思ってしまう、コミュニティ、そういう人たちが風呂キャンセル界隈ですね。で、それやっぱ若い人たちなんですよ。で、やっぱ年取ってくると、お風呂をね、年取ってきたからかな、結構お風呂好きになってきたんですよね。で、あと冬なんかは寒くってお風呂入らないと温まらない。だから、お風呂に入らないとちゃんと寝れないと思うと入るわけですよね。で、あと普通に汚いから、若い人はね、お風呂入んなくてもなんか綺麗な感じがするんですけど、見た目が。どうなんでしょうね。年を取ってきてお風呂入んなかったらただの汚い人になっちゃうのかなっていう気が私はするので、私は入ってます。むしろね、めんどくさいことも多々あるんですけど、入りますね。でも最近はシャワーでもいいなって思うこともあります。最近はあったかいので、暑いので、わざわざ湯船に浸からなくても、体は熱いと。でもベタベタするんで、シャワーだけにするっていうことも、ここのところ何日かあります。だから季節によっていろいろ変えるっていう人もいると思います。はい。じゃあ今日はそういう日本のお風呂周りの事情についてお話をしました。何か、言い忘れてることがあるかもしれませんので、もしこれはどうなんですかっていう質問があったらぜひコメントに書いてください。また、このポッドキャストで話してほしいエピソードがあれば、皆さんコメントに書いてください。大歓迎です。それからこのチャンネルではメンバーシップもやっています。最近メンバーが増えてきてとても嬉しいです。入ってくださっている皆さんありがとうございます。感謝の気持ちでいっぱいです。さらにですね、私は発音を良くするサブスクコースもやっています。なので発音良くしたいなとか、あと私に実際その皆さんの発音を聞いてアドバイスが欲しいっていう人はぜひコースに入ってください。全部リンクを貼っておきます。では今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。この動画が良かったらぜひ、高評価、チャンネル登録、そしてお友達にシェアしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。良い1週間をお過ごしください。